中国物語です。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。いつもコメントいいねもありがとうございます。セイトワールドユニバーシティゲームズ閉幕式はなぜ中国人だけが参加しているのですか？中国の成都で行われた第31回夏季ワールドユニバーシティゲームズが勝利の閉幕を迎えました。以前のビデオですでに説明しましたが、中国は世界中の多くの国に対する姿勢を持っています。今、勝利の閉幕です。もちろん、私個人の見解から言えば、これは中国で、少なくとも中国共産党の指導の下で開催された、おそらく最後の世界大学生夏季運動会であるべきだと思います。中国共産党の指導下で行われる際に、国際オリンピック委員会がこのような行動を中国で行うならば、おそらく世界中の国々は参加しないでしょう。だから、これは私たちみんなが見ることができると思われる最後のこのような大会だと思います。開幕式については以前に述べましたが、中国の姿勢はすでに面白いものですが、閉幕式はさらに興味深いものです。このようなワールドユニバーシティゲームズは、世界で最も重要なスポーツイベントの一つです。しかし、閉幕式には中国人だけが参加し、他の国の選手は一切参加していないのです。つまり、閉幕式は中国人だけの独演となっています。世界的なイベントであり、他国の選手たちは、中国の主催者によれば、競技終了後、選手たちはみんな母国に戻ってしまい、中国に滞在する者はいない、とのことです。少なくともこの状況は一点を証明していると言えるでしょう。今、中国の生徒が外部に対して行う、生徒の人々はどれほど友好的であり、生徒には美味しい食べ物がたくさんあり、楽しいことがたくさんある。エンターテインメントもたくさんある、という宣伝が、世界中から来たこれらの選手たちを引き寄せることができなかったということです。彼らは全員去ってしまったのです。そして、今回の大会では、中国は金メダル103個、総計178個のメダルを獲得し、全参加チームの中で1位に輝きました。この結果は、前回の東京2020オリンピックや過去のオリンピックと比較しても顕著です。私たちがよく知る伝統的な国々である。アメリカ、イギリス、ロシア、オーストラリア、オランダ、カナダ、ブラジルなどは過去のオリンピックで常に上位10位にランクインすることが多いです。しかしながら、ほとんどのスポーツ強国は失敗しました。つまり、オリンピックではこれらの国々が通常上位10位にランクインする。アメリカ以外は、イギリス、ロシア、オーストラリア、オランダ、カナダ、ブラジルなど、多くの国々がほとんどメダルを獲得できませんでした。中国は一つの国家として、金メダル103個を獲得しました。2位は日本チームで、金メダル21個を獲得しました。中国は日本を82個の金メダルで圧倒しています。5位に位置する中国台北も、中国人の観点からすれば、中国の一部です。したがって、中国台北も金メダル10個を獲得しました。アメリカの10倍です。中国人がまた勝ちました、と言えるでしょう。こんな凄まじいイベント、私の個人的な提案として、次回は名前を中国大学生国際招待競技大会に変更することをお勧めします。なぜなら、これをワールドユニバーシティゲームズと呼ぶ意味が何もありません。こんなに多くの国々が中国に参加して競技する中で、競技全体は中国チームが金メダルを次々に獲得し、他の国々よりもずっと多くのメダルを持ち帰る状況です。他の国々はほとんど何も得ることができません。
このような状況で、ワールドユニバーシティゲームズという名前は意味がありません。今後は、中国大学生国際招待競技大会と名付けるべきです。もちろん、今回の大会の結果について、生徒も総括を行いました。生徒は世界中から数万人の友人を迎え、多くの国際的な友情が深まり、この運動会は生徒に無限の繁栄をもたらしました、という内容ですが、これらの言葉は本当でしょうか？中国が生徒ワールドユニバーシティゲームズをこうした形で開催した場合、生徒に最終的に何をもたらすのでしょうか？どれだけ多くの外国人が生徒に行く意向があるでしょうか？彼らの心の中では、生徒は友好的な地域なのか、それともひどくて非友好的な地域なのか。この問題については生徒自体が考えるべきことです。私は最初に述べた通りですが、私は信じています。中国共産党が政権を握っている間、中国のどの都市ももう二度とワールドユニバーシティゲームズを主催することはないでしょう。国際的なスポーツ組織自体がこれをやりたくない場合を除いてです。なぜなら、国際的なスポーツイベントをこのように運営することができるのであれば、これからも国際的なスポーツイベントとして続けることができるでしょうか。